こんにちは、コスプレイヤーの逆ヨガだよ。今回は、ゼルダの伝説に登場するハイリアの盾を作ってみました。ハイリアの盾はマスターソードと並んでゼルダの象徴的な装備ですよね。マスターソードと一緒に構えるとリンクになった気分になれます。それでは早速みんなで作りましょう。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、手芸店、通販などで買えます。型紙を使って切り抜きます。動画の説明欄に COS ボードのネット通販ショップや型紙のリンクを載せています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどで代用できます。まずはベース部分を組み立てます。ベース部に装飾があるので、まずはその装飾の位置をマーキングしておきます。型紙に穴が開けてありますので、その穴にマジックで点々と点を打っていきます。打った点を目安にその点をつないでいくと、装飾のマーキングが完了となります。マーキングが完了しました。切れ目になっている部分を接着します。このような接着しがたい箇所の接着の場合は、瞬間接着剤と合わせてアルテコスプレーという瞬間接着剤硬化スプレーを使っております。これを使うと硬化が非常に早くなり、とても作業がやりやすくなります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。なお、ボンド G17 という接着剤でも楽に接着できます。ボンド G17 はホームセンターにもありますが、100均にもあるので手軽に入手ができます。お好みの方法で接着してください。外枠を組み立てていきます。パーツの端と端を斜めに切って組み合わせた際に角度が出るようにしております。そして瞬間接着剤で接着します。本体の方へと接着します。瞬間接着剤はすべて100均のものを利用しております。外枠の続きを組み立てていきます。このハイリアの盾ですが、かなり肉厚な感じにデザインされているので、この外枠は厚めのボードを使って肉厚感を出しています。これにてベースの組み立てが完了です。逆ヨガゼルダの動画は他にもいろいろありますので、ぜひこの動画を見終わった後に他の動画も見ていってくださいね。装飾を組み立てていきます。縦の上部にある銀色のパーツを組み立てます。まずは型紙を使って切り出し位置をマーキングします。マーキングを元に切り出して形を作り出していきます。こういった切り抜きの際は、オルファーの特選黒刃というものを使うと切れ味がいいのでとてもやりやすくなります。ホームセンターで売っています。できたパーツを接着します。マーキングを頼りに接着をします。トライフォースを組み立てていきます。まずは端を斜めに切って角度をつけておきます。合計4つ作ったら、まずは上部に3つ接着します。そして下にも1個あるので、それも接着します。紋章のパーツを接着します。たくさんパーツがありますが、順次接着していきます。これもマーキングを頼りに貼り付けます。グルーガンをポツポツと盛り付けて鋲を再現していきます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で売ってます。ちなみにこのシーン、お母さんがやってきたので、ちょっとだけお母さんが映っちゃってますよ。これで装飾の組み立て完了です。裏側を組み立てていきます。こういうゲームに出てくる盾とかって裏側がきっちりデザインされているのがわかるものって珍しいんですけど、ゼルダの資料集買ったらきっちりデザインが見れたので、それを元に再現していっております。今作っているのはハンドル部分ですね。ハンドルですが、右手で持つのであれば左側に回れがちですが、作品によっては右利きです。ベルトを作ります。合皮を程よいサイズに切り出します。それをボンド G17 で COS ボードに貼り付けます。ちなみにこの合皮、古いやつを使ったので
後でマスキングテープを貼るんですが、そのマスキングテープ剥がした時に全部表面が剥がれちゃいました。そう、こんなことになるんだったらちゃんと新しい合皮を買うべきでしたね。貧乏人の銭失いってやつですね。ベルトの上下にパーツを接着します。そして本体の方へと接着します。グルーガンを使って鋲を再現していきます。これにて組み立て完了です。次はお待ちかねの塗装だよ。逆用が。動画で説明しきれてないことをサイトにまとめてます。実際作る方はサイトもご覧ください。アドレスは動画の説明欄にあります。合皮の部分は塗装したくないのでマスキングテープを貼っておきます。マスキングテープはホームセンターで売っています。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとして黒や灰色を塗っていきます。後ほど銀色や金色になる部分は黒、それ以外は灰色を塗っておきます。ホームセンターで買ってきたラッカースプレーを使っております。青い部分を塗装します。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。ミスターカラーもエアブラシもおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。装飾部を塗り分けていくためにマスキングテープを貼り付けていきます。マスキングテープを装飾の際に貼り付けて、デザインナイフで不要な部分を切り落としていきます。デザインナイフはホームセンターで売っています。面積が広いのでとても根気のいる作業です。寝てる間に親切な妖精が手伝ってくれてないかななどと思いながらちまちま進めていきます。1時間ほどで終わりました。まずは金色の部分を塗ります。金はタミヤスプレーの金色が好きなのでそれを使いました。次に赤を塗ります。ここからはエアブラシ使ってます。ちなみにエアブラシを使ってるんでこんな風に綺麗に塗り分けていけるんですが、スプレー缶とかだとおそらくはみ出して関係ないものも塗っちゃうと思いますんで、スプレーでやるときは色ごとにマスキングしながらやっていった方がいいんじゃないかなと思います。もう何よりもめんどくせえっていう方はもう全部筆塗りでも別にいいんじゃないかなと思いますので、その辺は好みでどうぞ。ついに来ましたよ。皆さんお待ちかねのマスキング剥がしのお時間です。というわけで一通り塗り終わったんでマスキングを剥がしていきます。マスキングが漏れてて変なことになってないかドッキドキの瞬間ですね。でも綺麗に剥がれてるところを見るとすごく気分がいいです。ゼルダで例えるとハートのかけらが4つ揃ってハートが1つ増えた時ぐらいの気分の良さじゃないかなと思います。逆用が Twitter やサブチャンネルも見てね。合皮を帯状に切り出します。合皮は手芸店で買いました。切った合皮をグルーガンを塗りながら巻きつけていきます。最後まで巻きつけたらこれにて完成です。皆さんお疲れ様でした。全長は50センチ、重量は300グラムです。制作時間は9時間、材料費は2000円となります。動画の内容に関して何か質問があればコメントでお気軽に書いてくださいね。この盾ですが右利き用として作りました。リンクって左利きだと思ったんですが、ブレスオブザワイルドのリンクって右利きなんですよね。マスターソードはブレスオブザワイルド版で作ったんで、盾を左、マスターソードを右に持ちたいんですが、この盾を先に作っちゃったんで、もうマスターソードは左に持つしかないです。やっちまったなぁ。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。